て、売る買ってる方も海外でいらっしゃるみたいなんで、なんか会社。皆様ご機嫌いかがですか？シングーラリです。今日は大人気の AI で作る QR コードの作り方決定版ということで、技術的な詳しい解説をいたします。ですので、少々長めの動画になりますが、最後までご視聴よろしくお願いします。それでは早速行きましょう。昨日公開したこちらの AI で QR コードを作る動画ですが、私の Twitter でも作り方まとめを公開したところ、大変多くの方にリツイートいただいております。今回の動画では私の実験を通して得た、この QR コードを作る上で大切な部分を解説させていただきます。おそらく YouTube でもまだ誰も取り上げてないと思うんですが、なんで取り上げないかというとですね、これ作るのがめちゃくちゃ難しいんですよ。で、私ももう実験を始めて4日目になりますが、まだちょっと手探り状態で、みんな確実な手法がないまま手探りで今やってるところですね。でもまあ、それがこの AI 開発の醍醐味でもありますよね。はい。今回の動画では、最初に技術的なことを解説し、最後にいろんな方が作った AI QR コードと私の作った作品も紹介させていただきます。はい。まず一つ目の QR コードですね。こちらは、スターウォーズ風、スターウォーズと書いてありますが、スターウォーズ風の QR コードですね。で、プロンプトはこういった感じですね。昨日も申し上げたんですが、プロンプトはそこまで、これ、同じものを作りたい場合は、このプロンプトとモデルを使わないといけないんですが、これを使っていただいたらできるということですね。で、この技術的に問題というか、大切なところですね。はい。この技術的に大切なところはですね、まずこのコントロールネットですね。こちらの方はプリプロセッサーをインバートを使った。結構珍しいですね。インバートを使われたということですね。で、モデルブライトネスですね。これ私も、以前にブライトネスを使って実験したことはありますね。インバートと組み合わせたことはないですが。で、ウェイトが0.44。で、スタートが0からエンドポイントが0.8ですね。この辺がちょっとトリッキーな感じのことをやってますね。で、はい。で、この辺のですね、ウェイトはちょっと低めですが、スタートエンドを、いじってるっていうのは、この辺のはまた後でまとめて説明させていただきますので、では次の作品の解説に移らせていただきます。こちらの方の作品結構面白いものでですね、これ実は私、ちょっと自分で作ってみようかなと思ったんですが、はい、ちょっと抜け駆けしてですね、皆さんに教える前に作ってやろうと思ってたんですが、次から次へと出てくるので、もう止められないんですよね、今。なのでもう、はい、ご紹介した方が早いなと思いまして、もう私も作らせていただこうとは考えておりますが、もうこれは早い者勝ちなので、この情報を得て、勉強した方はもう早速作って、ツイッターに上げてバズってください。はい。もう譲りますんで、その権利は。はい。で、技術的な解説に移ります。この方もプロンプトはこういう感じでって書いてあるので、で、ネガティブ、この人すごいシンプルですね。アンリアリスティック、ネガティブは入ってないのかなネガティブエンベディングですね。はい。この辺はご自由に、アレンジしてもらって構わないので、で、気になるのがこの設定ですね。で、ずっと飛ばしてですね、一番重要な部分だけ解説をいたしますね。プリプロセッサーは、インペイントグローバルハーモニアスっていうやつですね。これはインペイントの一種で、昨日も一人使ってる方がいらっしゃいましたね。で、ブライトネス。この方もブライトネス、モデルンブライトネス使ってますね。先ほどのこっちの方と一緒ですね。ブライトネスとインバート。なんと言いますか、このブライトネスを使うとですね、このオーバーレイというか、影を上から影のように、プリントしたような感じになるんですね。なので、この QR コードとは、すごく相性がいいとは思いますね。これ、遠くから見るとほぼ、がっつりと QR コードなんで、これ読めると思います。はい。で、戻りまして、インペイントとブライトネスを使って、ウェイトはかなり軽めですね。0.35に設定してます。で、スタートエンドは0から1なんで、ノータッチという感じですね。で、この方、おそらくもう一つ、マルチコントロールネットですね。使ってるような感じですね。もう一つインペイントを使ってタイル
ですね。これがちょっとなんでこれをやってるのかはわからないんですが、で、ウェイトは、2つ目のウェイトは0.65。1個目が0.35なんで足して1という感じですかね。で、2つ目が0.35から0.75ですね、スタートとエンド。はい。で、こちらのこのスタートポイント、エンドポイントなんですが、実際のコントロールネットで言うとここですね。スタートとエンド。この辺が設定なので、ウェイトはここですね。で、これが何かと言いますとですね、ちょっと時間軸で説明するとですね、ここは例えばスタートの0としますよね。で、ここは完成の100なんです。この0.35から0.75っていうのは、大体ここは35だとして、この辺75としますよね。これ時間軸ですよ。最初生成が始まって、こうずーっといって完成という感じなんで。で、一番最初のこの0の時点で、まず、このイメージとイメージだと、人を入れるとしますよね。イメージとイメージに。人のぼんやりとした画像がわーっと出てくるんですよね。で、35%いった時点で、QR コードらしきものが出てくると、こういう感じですね。で、ゴニョゴニョゴニョっと、QR コードのパターンが浮かび上がってきて、なんて言いますか、これレイヤー状になっているような感じですね。0のところで人が出てきて、35のところでこの上に QR コードがふわーっとかぶさるようなイメージですね。で、この35から75までは QR コードを作ってくださいという命令なんですね。この間が QR ですね。で、この間が人ができるという、はい、そういうイメージで、このスタートとエンドポイントを、皆さんコントロールされているという感じですね。なので、この0から1、0と1に設定した場合は、ほぼこれが同時に始まるという感じですね。なので、じゃあなんでこれを設定するかっていうところがちょっと難しいところなんですが、おそらくですね、これは私の推測でしかないんですが、こういったお城の作品とかですと、先にこのお城の形を描いておいて、こういう桜ですとか、で30%ぐらいになった時に、このスプレーのように上から吹きつけるんですよね。この、コントロールネットに入った QR コードを。で、残りの25%、この辺でわーっとスプレーで吹き付けながらお城を形作っていくっていう感じですね。で、残りで、最後の仕上げ、お城の最後の仕上げを作っていくというイメージだと思います。はい。で、この方がですね、今この内容を見ていますと、デノイジングの設定がないので、T2i でやってるみたいですね。テキストっていうイメージで、多分最初から作ってるんだと思います。で、それで余計にこういった細かい、このスタートとエンドポイントのコントロールですね、をしてるんじゃないかなと思います。この辺はですね、実際に作ってみないとわからないので、それがこの QR コードの作品の難しいところなんですよね。何回か実験を繰り返してみないと、この自分の作りたいものと設定のそのバランスですね。それがちょっとよくわからないっていうのが、はい、あまり、それがあまりこの YouTube で誰も取り上げないというややこしさですね。はい。では、次の解説に参ります。次の解説はですね、こちらは結構スタイリッシュな感じで、こちらの解説ですが、こちらも上に書いてあるのはモデル名ですね。こういうモデル使いましたという。で、一番重要なのはですね、こちらの方の解説がちょっと勉強になったのが、オイラー A ですね。このサンプラーオイラー A は、ほとんどの場合において一番処理が早く、ほぼ DPMSD キャラスと同じ結果になる。ちょっとここは私、と思うんですが、ほぼ同じかどうかはこの人の考え方なので、私はちょっと違うんじゃないかなと思いますが、面白かったのはこのステップの概念ですね。ステップ23から30っていうのをオイラー A に使う場合は、こっちを使う。DPM キャラス、SD キャラスとか使う場合は、ステップ高めの80から100を使うって書いてあって、この辺は私もちょっと、こういう、比べ方をしたことがないので、また後で比べてみたいなと思います。どれぐらい違うのか。で、CFG が7.5。標準よりちょっと0.5上ですね。
で、10から14で希望通りの結果が得られることがあったら、ほとんど何年をキープしてるということですね。で、生成データの一例、この T シャツ QR コード、これですね。この作品の解説です。はい。で、プロンプトは、いつも通りちょっとスキップさせていただいてですね。大体こういった感じということで、一番気になるのは、デノイジングストレンクス1ですね。マックスですね。で、プリプロセッサタイル、こちらも、モデルもタイル、ウェイト1なんで、割とマックスで言ってるんですよね。デノイズ1、ウェイト1の I2I、I2I ですね、これは。で、ノイズがあるんで、I2I の MAX 設定なんで、これですね、MAX に設定すると、私の場合は QR コードしか出てこなかったんですよ。ですが、この方も、このトリックがあって、スタートとエンドポイントで調節してるという感じですね。0.3から0.85。なので、考え方としましては、このウェイトとデノイズを、マックスまで上げてですね、ウェイトとデノイズをマックスまで上げて、完全な QR コードになるところを、この30%から85%しか生成しないことで、だいたい30と15なんで45%ぐらいカットしてるっていう感じですかね。この上をカットして、下もカットして、トータルで、55%ですね。なんで、もう15%だけ、この QR コードを真ん中に生成してバランス取ってるっていう考え方ですね。でもデノイズですが、私もこれ実験したのサンプルをちょっとお見せするんですが、どういうことかというと、これデノイズをですね、上げていくとこれ左が0.55なんですよね。で、右が0.3で、見ていただければわかると思うんですが、もう QR コードになってるんですよね。デノイズを上げすぎると。で、0.55でこれなんで、1に行くともう完全に QR コードが出てしまう。QR コードがコントロールネットの中に入ってますんで。で、私の場合は、こういった感じで0.45、0.435と3で出てくるって感じで、だいたいこの間とかこの間で、ちょっと数値を使ってるっていう感じですね。私の場合ですが。ですので、こういったテストをしてみて、どこが自分が使いたいところかっていうのを確認する必要も出てきますね。この手法は。はい。ですので、ある方がこの1でやったよとかいう数値のまま設定してうまくいく場合っていうのは結構少ないと思いますね。なぜかというと、私も最初のある方のその丸コピーをしてやってたんですが、全然うまくいかなくて、女性の写真がそのままスッと出てきたり、逆に QR コードだけ出てきたりしてたので、で、なんでだろうと思っていろいろこの数値を検証していったんですよね。一つずつとか0.5刻みとかでやっていって、あ、ここかっていうので、ちょっと分かって、で、このデノイズが決まったら、今度はコントロールネットのこのウェイトをまた変えていくんですよね。で、デノイズ、例えばこれ0.35にしようってあったら、デノイズじゃないわ。ウェイトをまた0から1までちょっとずつ変えていってテストするっていう感じですね。で、それががっつりあったところで、こうやってできるんじゃないかっていうので、で、しかも今度はさらにこのプリプロセッサーとモデルの組み合わせもあるんですよね。へえ。で、はい。これが、はい、私がまだ4日かかっても手探りの理由ですね。で、手前味噌ではあるかもしれないですけど、これ結構、この動画と、すごいこと公開してると思うんですよね。なぜかというと、この作品多分、今後すごい人気になっていて、売る方、もうすでに売ってる方も海外でいらっしゃるみたいなんで、会社と提携して、銀行用の、後で紹介しますが、銀行の方の、クライアントの仕事でやったという方もいたり、なのでガチに売れると思うんですよね、この QR コードの作品って。ですので、私、それを、YouTube、全然こんなジャブショーチャンネルなので、一銭も入ってこないんで、無料で公開してるなと、我ながらすごいことを公開してるなと思いますね。はい。でですね、次の進みますね。こちらの方は、シングルコントロールネットを使う言葉だったり、マルチとか両方を使って、一つのそのシングルコントロールでうまくいく場合もあれば、複数のモデルで、うまくいった場合もあったということですね。なので、臨機応変に使ってたみたいですね。
で、タイルリサンプで、タイルプリプロセッサーにタイルを使った、タイルモデルを使って、スクリブル、XDoc プリプロセッサーで、スクリブルを使いましたということですね。で、スタートとエンドは、0.3 から始めて、最後は 0.9 になるかもしれないと。私は最後に何かを追加してるように感じたので、1から0.9に減らしたが、いろいろ試してくださいということですね。これは、だいたい多分私がさっき説明したのと同じ感じですね。で、0から始めると、QR が他の部分より暗くなり、毎回不思議な感覚を味わうことができます。0.85から1の間でウェイトを調整し続けましたが、だいたい 0.9 に設定した。で、コントロール is more important を設定すると、より良い結果が得られたということですね。これはこの方の、この設定において、なんで、またこれ難しいのが、別のプリプロセッサーを使ったら、こっちよりもバランスとが良い結果になったりするんですよね。はい。ですので、かなり複雑ですね。ウェイトとデノイズのコントロールですが、私の場合これウェイトだったと思うんですけど、例えばですよ、こういうウェイトの数値を強くしたら、こういった、陰影がはっきり現れてきたり、この影が、テキスタイルになったりするんですが、このウェイトの数値を弱くすると、もう本当にオーバーレイして、ぼんやりと、フォトショップでレイヤー加工したみたいな感じになりますね。もちろん QR として読むのはこっち側だと思います。これだとちょっと薄すぎて読まないと思いますね。それでは最後に、海外のアーティストさんの QR コードの作品の紹介をさせていただきます。で、こちらがですね、作る詳細は書いてなかったんですが、雪山の面白い作品ですね。なんかゲームの世界のような感じですね。で、次の作品が先ほどもお見せしていた、こういった建築のものですとか、子供ですね。スニーカーですね。この辺もさっき言ってたんですが、もう、これだけで、ナイキとか、アディダスとかが仕事できそうな感じですよね。で、これ家ですね。T シャツ。はい。家がすぐなくなったので。で、こちらの方も、似たような感じではありますが、もうちょっと、立体的な作品の方ですね。この方もどうやって作ったのか、作り方の解説はなかったんですが、こういった、こっちの方はかなり立体的ですね。はい。これ雪男でしょうか？何でしょうか？で、これも家というか、で、女性がいて、ファンタジーものみたいな感じですよね。で、これはプールがあって、ここが読めるような感じですね。はい。で、これはなんですかね、アサシンクリードですかね。で、こちらは、最初の作品にちょっと似たような、透明人間みたいになってますよね。これも結構ファンタジー系のゲームで出てきそうな感じのデザインですね。これは建築ですかね。プールがあって、タイのホテルみたいな感じのイメージですね。はい。でですね、はい。この画像で見ると結構これ読めるのかって思うんですが、これちっちゃくするとこういう感じなんですよね。なんで結構しっかりとした QR コードで、おそらく読めると思います。これは読めるのかなと思いますが、この辺ちょっと離れてみると、絵が見えないぐらいの、もうガチの QR コードですね。はい。それでは、本日の動画は以上とさせていただきます。長い間ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。